脂肪筋補強を行っている村木真です。今回は危険脂肪補強のシリコンバック補強と比較した時のリスク、デメリットを解説しています。補強を考えている方で、まず考えるのが補強の種類だと思います。全世界で標準的に行われている補強は3種類しかありません。それがシリコンバック補強、脂肪補強、あるいはこれを組み合わせたハイブリッド補強。この3つのみです。これらの中で特に脂肪補強とシリコンバック補強、どちらにするかを決めることが補強施術を受けて良かったと思うために非常に重要なものになります。なぜなら補強といってもシリコンバック補強と脂肪補強で施術の仕方、仕上がりなど全く異なっています。シリコンバック補強はこのようなシリコンバッグを脇から乳房下縁からお胸の乳腺の下、または大胸筋の下に挿入してボリュームを出す、世界で最も行われている補強施術です。脂肪補強は日本では最も主流であり、自分の痩せたい部分を細くし、かつお胸にボリュームアップできる全身のトータルボディメイクができる施術になります。僕自身脂肪筋補強のボディを洗練させる施術を基本的に行っており、日本人だけでなく海外のゲストの方も施術させていただきます。バストに関する美の基準などの違いを含めて脂肪補強にするのかシリコンバック補強にするのか、適用はかなり慎重に説明させていただいています。そこで本日は脂肪補強のシリコンバック補強と比較した時のリスク、デメリットを形、ボリューム、仕上がりの個人差、感染、しこり、痛み、内出血、傷跡の点で紹介していきます。意外と知られていない脂肪補強とシリコンバック補強の違いが多いはずです。もし脂肪補強を今後受けたい、シリコンか脂肪かどっちにしようか悩んでいる、リスクが怖いから知っておきたいなどを思っているのであれば、今回もかなり貴重な話をすることになります。ぜひ最後まで見ていってください。それではまず形に関して脂肪補強のデメリットを見ていきましょう。脂肪補強の形に関しては皆さんはどうお考えでしょうか。マイナスではなくむしろプラスのイメージを持たれている方が多いかと思います。脂肪補強は自分自身の細胞を脂肪吸引で取りそのまま移植します。形に関してはカニューレを使いある程度自由自在に変えることができます。シリコンバック補強はこのシリコンの形のまま挿入するので、形の丸みを生かしたデザインになります。例えばこの方はアメリカの方で脂肪補強を希望され施術しています。要望としては下部にボリュームをしっかり欲しい、谷間はあえて少し離れた感じにしてほしい、デコルテの部分のボリュームは必要ないということで、脂肪注入によりシリコンバッグのような形を希望され注入を行っています。このように脂肪補強は乳房下縁のラインを変えて下に移動させることができたり、谷間をしっかりボリュームを出したり、デコルテ部分の下げ感をなくす注入をしたり、かなり自由度が高くなります。それならむしろいいじゃないかと思うかもしれませんが、実はこれ簡単に考えない方がいいです。形が自由に変えられるということは、つまりドクターのデザイン力によって結果が変わってしまうということです。その点においてシリコンバッグは形がすでに決まっているので細かい要望はできませんが、脂肪補強は術前にドクターとしっかり相談する必要があります。デコルテの部分は欲しくないのに注入された、もう少し下部にボリュームが欲しかったなど、後でモヤモヤしやすいのが脂肪補強の形に関するデメリットになります。もちろん術前にデザインをしっかり決めていても定着率の関係で理想の形にならないということももちろんあります。しかししっかりどのような形になりたいか、またその形を叶えてくれるドクターにお願いするのが大事になってきます。次はボリュームを見ていきましょう。ここは圧倒的にシリコンバック補強と比較した時のデメリットになります。シリコンバック補強は良くも悪くも一度入れたバッグのサイズが変わることはありません。なので手術直後の形がそのままずっと継続してくれます。例えばこちらの方は以前にヒアルロン酸補強と脂肪補強を単位で行った経緯がありましたが、もっとボリュームが欲しい、かつそのサイズ感でずっとキープしてほしいということでシリコンバック補強を希望してくれました。 390cc とかなり大きめのサイズを希望され、直後からしっかりとボリュームが出ているのがわかるかなと思います。ここからサイズ感が変わらないのがシリコンバック補強のいい点ですね。しかし脂肪補強は違ってきます。脂肪注入で最も大事なのが定着率です。
。注入して移植した脂肪細胞は全て残るわけではなく、定着ができなかった脂肪は自然に吸収されてなくなってしまいます。どの論文を読んでも脂肪補強の脂肪の定着率は良くて 50%。つまり片側 300cc 入れたとしても残るのは 150cc 程度ということになります。これが一番の脂肪補強のデメリットですね。さらにこの定着率、人によって差が激しいものです。こちらが仕上がりの個人差にもつながってきます。脂肪細胞がうまく定着するために大事なのが、脂肪細胞に新しい血管が届いて栄養が行き渡るようになることです。炎症反応などが起こって繊維化という硬くなる反応が起こらないこと。こちらも大事で、この2つが非常に大事なことになります。なのでしっかり栄養価の高い食べ物、特に植物性タンパク質の豊富な大豆系などを食べることを術後意識してほしいですね。そしてなるべく刺激を加えないように、おおむねの運動や触るのも控えるようにすることが大事になってきます。こういった術後のダウンタイムの過ごし方によってボリュームに影響が出てしまうのが脂肪補強のデメリットになります。さらに脂肪が定着しやすいお胸、定着しにくいお胸というものが存在します。一番簡単な例だと授乳後の方は脂肪が定着しやすいです。授乳後は乳腺の組織が大きくなり定着がしやすくなるという理論です。反対に皮膚が硬い人などは進展がしにくく脂肪も定着がしにくいというものですね。このようにボリュームに関してはシリコンバック補強と比較した時にかなりデメリットになります。できるだけボリュームを減らさない工夫が脂肪補強では大事になってきます。工夫に関しては脂肪補強後に絶対にやってはいけないこと5選で解説しています。そちらもぜひ参考にしてください。次はリスクに入っていきます。感染です。これは美容施術だけではなく全ての施術で起こりうるリスクになります。簡単なヒアルロン酸や糸リフト、二重埋没法ですら起こる可能性はありますね。リスクに関しては美容整形を受ける前に絶対に知っておくべきことになります。感染はできるだけ起こさない工夫と万が一起こった場合の対応がとても大事になってきます。シリコンバック補強でも脂肪補強でもどちらも感染はリスクとしては存在します。感染が起こった時は脂肪補強の方が重度になるリスクは高いです。シリコンバック補強では乳腺の下や大胸筋の下に1層に挿入するので、感染したとしてもこのシリコンバックを取り出して抗生剤投与してあげると基本的に完治します。ただし脂肪補強の場合は少し複雑になります。注入する脂肪素は皮下、乳腺下、大胸筋下、大胸筋内と4層に分けて注入しています。もし感染したとするとどこの層のものなのかがかなり分かりにくいこともありますね。さらに感染が強い場合は入れた脂肪を取り出す必要もあります。せっかく脂肪を吸引して辛いダウンタイムを忍んで注入した大事な脂肪を取り出すともう二度とその脂肪は使えないことになります。シリコンバックの場合は別のシリコンバックを取り替えればいいんですが、脂肪は財産という言葉があるように一度取るとその部位は2回目脂肪吸引をしようと思ってもなかなか取れないものです。なので感染して取り出すことになるとせっかく入れたのに片側だけボリュームが減ったということになりかねません。感染は脂肪補強、シリコンバック補強どちらでもリスクとしては考慮するべきですが、より起こしたくないのが脂肪補強の時の感染になりますね。脂肪補強のシリコンバック補強と比較した時のデメリット、リスク5つ目がしこりです。こちらは脂肪補強のみで起こるリスクになります。しこりというのは脂肪補強をして数ヶ月後にお胸を触った時にコリコリした硬いものを触れる状態のことを言います。エコーという内部構造を観察できる機械で見ると脂肪細胞が硬くなったものが観察できます。こちらもできる理由で最も多いのが脂肪細胞に栄養がうまく行き届かず壊死することによって起こるものです。周囲が繊維化して中身にドロドロの脂肪が詰まったものをオイルシスト、脂肪細胞が固形物硬いまま壊死してどっしりとした中身も詰まった充実性のしこり、この2種類が代表的です。どちらも大きくて気になる場合は除去しますが、取り除く方法が少し違ってきます。オイルシストの場合は18ゲージという針を刺してチューッとシリンジで抜き取ることが可能です。なので比較的すぐに取り出すことができます。一方で充実性のしこりの場合は少し大変です。固形物なので針で吸い取ることができません。そのため乳頭の一部から石灰線を入れて内部を剥離していき取り除く必要があります。このようにしこりができて取り除きたい場合は少し大変な作業が必要です。しこりそのもの自体は悪さをしないので感触が気にならないなどの場合は放置しておいても大丈夫です。このように脂肪補強のリスクとしてしこりができる可能性があるということをしっかり念頭に置いて施術を受けるべきですね。痛み、内出血に関してです。ここに関しては補強のバストの部位だけを見れば脂肪補強よりもシリコンバック補強の方が強い場合が多いです。
ただし、バストの部位だけを見ればという話です。シリコンバック包協の時は、乳腺の下や大胸筋の下を、組織をしっかり剥離して、シリコンを入れるスペースを作ることが必要になってきます。それに対して脂肪包協は、剥離が行わずに加乳でから脂肪を注入するのみです。なので、お胸の痛みは、剥離範囲が大きいシリコンバック包協の方が強くなります。ただし注意しないといけないのが、脂肪包協というのは絶対にどこかの部位の脂肪吸引をして脂肪を採取する必要があるということです。一般的に多く行われている部位としては、太ももやお腹、二の腕などが挙げられます。そういったボディの脂肪吸引は間違いなく痛いです。内出血も確実に出ます。太もも全周の脂肪吸引を行った次の日などは、歩くのはとても大変になります。仕事などは休んで家で安静にしておくのがいいと思いますね。この方は太もも脂肪吸引から脂肪包協した方の術後1週間の経過になります。太もも、お胸ともに内出血が出ているのがわかると思います。1週間ではまだ太もも結構痛いとおっしゃられていました。反対にこちらはシリコンバック包協術後1週間の方です。内出血も目立ちにくいですし、痛みに関しても1週間では収まっています。以上の点で総合的な痛み、内出血の強さは圧倒的に脂肪包協です。痛みに関しては1週間から10日程度、内出血に関しては10日から2週間程度続くことが多いです。ダウンタイムもしっかり理解して受けるのが脂肪包協の結果を良くすることの一つになります。最後に傷跡です。脂肪包協は2箇所、乳頭と脇のところ、5ミリ程度の傷を作って、そこから細い加乳例を入れて注入していきます。対してシリコンバック包協は脇か乳房下縁の下乳の部位から 3.5 センチから4センチ程度の傷を作り、そこから挿入していきます。こちらもお胸の傷跡は圧倒的にシリコンバック包協の方が目立ちます。脂肪包協の5ミリ程度の傷跡はほとんどの場合綺麗に治って目立ちません。脂肪包協で今までお胸に関して傷跡が気になると言われたことは一度もありませんね。逆にシリコンバック包協の傷跡は少し長い経過を見てほしいです。脇からの傷跡の場合はなるべく皮膚の活性に沿って作りますが、それでも傷跡が残るリスクはあります。じゃあ傷跡はシリコンバック包協の方がデメリットではと思うかもしれませんが、ここでも忘れてはいけないのが脂肪吸引の部位の傷跡です。太ももの前側や二の腕の肘の部位など、日本人はこの繊細な5ミリ程度の傷跡を本当に慎重に考えなければいけません。アジア人は白人と比較して傷跡がケロイドや非構成斑痕になるリスクが強くなります。太ももの前側などは意外と傷跡の色素沈着などが治りにくい部位になります。こちら脂肪吸引の二の腕の方の傷跡です。このように半年後の経過でも赤みがまだ残っていたりする場合もあります。こちらに関してはかなり個人差があり、別の方の二の腕脂肪吸引の後の半年後ですがかなり薄くなっているのがわかるかなと思います。またシリコンバック包協でも術後3ヶ月ではこのようにかなり自然に馴染んできていますね。脂肪包協はお胸の部位は綺麗に治りますが、脂肪吸引で採取してくる部位に関しても考えると傷跡が多くなるという点でデメリットになります。ぜひ参考にしてください。では最後のまとめの前にお知らせです。概要欄の公式 LINE から脂肪包協相談希望とご連絡いただくと、毎月5名様限定のキャンペーンモニター価格をモニター審査なしで適用とさせていただきます。通常料金と比較して60万円ほどお得になりますので、包協施術に興味がある方は概要欄からご連絡ください。そして他にもこのチャンネルでは脂肪吸引や包協に関する手術前や当日、ダウンタイムの際に知っておくべきこと、実際の手術や受けたゲストの方の感想などをできるだけわかりやすく配信しています。なのでそういった動画をこれからも見逃したくないという人は、ぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。では最後にもう一度復習しましょう。今回は危険、脂肪包協のシリコンバック包協と比較したリスク、デメリットを形、ボリューム、仕上がりの個人差、感染、しこり、痛み、内出血、傷跡の点で解説しました。脂肪包協もシリコンバック包協もバストアップできる本当にいい施術になります。いい施術だからこそしっかりデメリットやリスクも理解して受けることによって理想のバストに近づけることが可能なものになります。ということで今回も最後まで見ていただきありがとうございました。次回も脂肪吸引や包協に関する役に立つ動画を配信しますので、見逃したくない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは。